第1180話では、ついに物語の黒幕であり、ラスボスと呼ばれる存在、イムがその姿を現した。長く伸びた白い髪が風に揺れ、その背には闇を思わせる漆黒の翼が大きく広がっている。その圧倒的な気配に気づいたソマーズは、思わず声を張り上げる。助けてください、イム様。奴らに私の機械の心臓を見つけられてしまいました。あれを破壊されたら、私は死んでしまう。どうかお救いください。続いてキリンガムも必死に叫ぶ。私もです。体をまるで玩具のように木に吊るされているのです。どうかお助けを。一方、グンコは巨大な氷の塊の中に閉じ込められたまま、全く動かず、意識も失っている状態だった。その様子を見下ろしていたイムは、ゆっくりと片手を持ち上げる。すると空間が歪み、闇がうごめき始めた。イムの力によって、3人の体は黒い煙へと変わり、そのまま引き寄せられるようにしてイムの前へと集められていく。次の瞬間、ソマーズ、キリンガム、そしてグンコは、イムの足元へと姿を取り戻した。ソマーズとキリンガムは安堵の表情を浮かべる。助かった。我々は救われたのだ。やがてグンコもゆっくりと意識を取り戻し、その場で膝をつく。お救いいただき、誠にありがとうございます。イム様。しかしイムは、3人を冷たい視線で見下ろすだけだった。ソマーズは震えながら報告する。イム様、麦わらの一味と、あの黒気流ニーズホック。奴らはあまりにも強大です。エルバフはすでに奴らの支配下に。その言葉を聞いた瞬間、イムの目が鋭く光る。無能どもが、低く吐き捨てるようなその一言に、場の空気が凍りつく。キリンガムは慌てて地面に額をすりつけるようにして謝罪する。申し訳ございません。どうかお怒りをお鎮めください。しばしの沈黙の後、イムは静かに告げた。貴様ら3人は、直ちに聖地マリージョアへ戻れ、守りを固めよ。そしてわずかに間を置き、続ける。エルバフの件は、この私が直々に処理する。その言葉には、絶対的な支配者としての自信と怒りが込められていた。グンコ、ソマーズ、キリンガムは深く頭を下げる。仰せのままに、3人は立ち上がり、すぐに転送用の魔法陣アビスへと向かう。次の瞬間、アビスが強い光を放ち、空間が歪む。黒い光に包まれた3人の姿は、そのまま消え去り、聖地マリージョアへと送り返されたのだった。その直後だった、イムの体から、圧倒的な覇王色の覇気が解き放たれる。それはまるで見えない嵐のように、瞬く間にエルバフ全土へと広がっていった。大地が震え、空気がきしみ、森の木々までもがざわめく。その場にいた者たちは、抵抗する間もなく次々と意識を失い、地面へと崩れ落ちていった。あまりにも異質で、あまりにも強大な覇気だった。その気配を感じ取ったルフィ、ロキ、そして麦わらの一味は同時に顔を上げる。なんだ今の覇気は。ゾロが低くつぶやく。ナミは思わず息を飲む。すごい。こんなの、今まで感じたことない。その発生源は明らかだった。アウルスト城、その頂上から放たれている。行くぞ。ルフィの一声で、一同は一斉に駆け出した。やがて彼らは城の頂へとたどり着く。そこには、静かに立つイムの姿があった。近づくだけで体がきしむような威圧感。空気そのものが重く沈み、呼吸さえ難しくなる。それほどの圧が、イムから放たれていた。だが、ルフィたちは立ち止まらなかった。恐れるどころか、まるで普段通りのように、目の前の存在を観察していた。ゾロが静かに口を開く。あの見た目、ルナーリア族に似てやがるな。3時も続く。間違いねえ。あいつが神の騎士団の頂点。いや、そのさらに上だろうな。そのやりとりを聞き、イムの瞳がわずかに揺れた。理解できない。800年という歳月の中で、ほとんどすべてを理解してきた、世界の構造、人間の欲望、権力の流れ、戦争の理屈、すべては予測でき、制御できるものだった。
だが、目の前のこの集団だけは違う。なぜ、この状況で恐れない。なぜ、この圧の中で平然としていられる。その疑問が、イムのうちにわずかな揺らぎを生んだ。次の瞬間、イムは鋭く睨みつけ、さらなる覇気を解き放つ。見えない圧が、一気にルフィたちへと叩きつけられた。ロキが膝をつく、ゾロも歯を食いしばりながら片膝を地面につける。サンジ、ナミ、ジンベエも同様に、その場で崩れ落ちる。だが、ルフィだけは立っていた。その場から一歩も動かず、真正面からイムを見据えている。まるで、その覇気が通じていないかのように。そして、ルフィは一歩、前へ出た。その一歩ごとに、彼の体からも覇王色がにじみ出る、細いが、確かな意志を持った覇気だった。それを見たイムが、低くつぶやく。見事だな、ジョイボーイ。ルフィは眉を潜める。なあ、一つ聞いていいか。イムは答えない。だが、視線は外さなかった。ルフィはそのまま問いかける。なんでお前、俺のことをジョイボーイって呼ぶんだ。少しの沈黙。やがてイムが口を開く。性格、野望、そしてその悪魔のみ。すべてがジョイボーイと酷似している。ルフィはわずかに首をかしげる。そしてぽつりと言った。お前さ、ジョイボーイの話するとき、声変わるよな。その言葉に空気が止まる。何が言いたい？イムの声が低くなる。ルフィは迷わず続けた。もしかして、お前、ジョイボーイが怖いのか。その瞬間、イムの表情が歪む。怖い、だと。声に怒りが混じる。そして次の瞬間、抑えきれない感情が溢れ出した。違う。800年前、あの男は、イムの声が震える。あの男は、世からすべてを奪った。最も大切だったものを奪い去ったのだ。空気が重く沈む。だからあまりは、奴を憎み続けてきた。何百年も、何百年も探し続けた。イムの目が暗く染まる。だが、ジョイボーイ本人は消えた。残ったのは、ただの継承者ばかりだ。冷たい声で続ける。だから殺した。見つけた継承者は、すべて。それが復讐の代わりだった。そして、ゆっくりとルフィを見下ろす。だが、お前は違う。この800年で、最もジョイボーイに近い存在。静かに、だが確実な殺意を込めて言い放つ。モンキー D ルフィ。今日、お前はここで死ぬ。その言葉を言い終えた瞬間、イムは何の前触れもなく、手のひらをかざした。次の瞬間、漆黒の炎が放たれる。それはただの炎ではなかった。闇そのものが燃え上がるような、不気味な火炎だった。一直線にルフィへと迫る。ルフィ、気をつけろ、叫びと同時に、ゾロが飛び出した。地面を蹴り、一瞬でルフィの前へ割り込む。3本の刀を交差させ、黒煙を受け止める。だが、炎は引かれなかった。刀を伝い、そのままゾロの腕へと侵食していく。黒い火が腕に絡みつき、焼き焦がす。こんなもん。ゾロは歯を食いしばり、必死に耐える。腕から煙が上がり、焼ける音が響く。それを見たルフィの表情が一変した。てめえ、低く、怒りを含んだ声。仲間に何してんだよ。次の瞬間、ルフィは地面を蹴り、一直線にイムへと突っ込む。腕を大きく膨らませる。空気を取り込み、巨大な拳を作り上げる。ゴムゴムの白い蒸気が拳にまとわりつく。巨大な拳がそのままイムへと叩き込まれた。イムは即座に反応する。手にした武器を構え、正面から受け止める。しかし、完全には止められなかった。衝撃に押され、空中で体勢を崩す。わずかに後方へと引きずられる。その瞬間、衣が裂ける音がした。イムのマントに深い亀裂が走る。今だ、一斉に行くぞ。サンジの声が響いた。その号令と同時に全員が動く。ナミが天候を操り、雷を呼び落とす。フランキーが胸部の方向を開き、レーザーを放つ。ロキは口を大きく開き、
光線のような一撃を吐き出す。ロビンは城壁一面に無数の腕を咲かせ、空間を支配する。ジンベエは海水を引き寄せ、足場を作り出す。そして、ルフィが再び飛んだ。ディアゴの力を全身へ集中させ、空高く舞い上がる。膨れ上がる腕、そこへ収束していく、まばゆい白い光。ゴムゴムの白い雷回転弾。轟音がエルバフ全体に響き渡った。爆発のような衝撃。空気が裂け、衝撃波が四方八方へと広がる。やがて、濃い土煙が当たり一面を覆う。何も見えない。しばらくの静寂の後、風が煙を払っていく。その中に立っていたのは、ルフィだった。全身は傷だらけ、血が流れ、息も荒い。それでも、その目はまっすぐ前を見据えていた。一方、爆心地の中心に、イムは立っていた。だが、その姿は明らかに変わっていた。白い髪は乱れ、マントは大きく破れ、口元からは以前よりも多くの血が流れている。イムは静かにルフィを見つめる。やがて口を開いた。強くなったな。ルフィは即座に答える。でも、まだ足りねえだろ。ああ、その通りだ。イムはあっさりと認めた。そして続ける。もしあまりが聖地マリージョアを離れたことで力を抑えられていなければ、お前たちは到底相手にならなかった。その言葉に空気がわずかに張り詰める。さらにイムは言う。だが、その制約もあと数日で解ける。その時、世は必ず戻ってくる。次は、今夜とは違う姿でな。ルフィが眉を潜める。どんな姿だ。イムはわずかに視線をそらした。まだわからない。その答えは意外だった。わからない。その言葉が、イムの口から出ること自体が、イムは再びルフィを見る。だが次は確実に、お前たち全員を滅ぼす。そう言い放つと同時に、イムの体が黒い煙へと変わり始める。そのまま空中へと浮かび上がる。上空から全員を見下ろす。去る前に一つ贈り物を残してやろう。その瞬間、空に巨大な魔法陣が展開された。まがまがしい光を放ちながら、エンジンが回転する。次の瞬間、そこから無数の光線が地上へと降り注いだ。逃げて、ナミの叫びが響く。一同は即座に散開する。だが、光は容赦なく地面を貫いた。城を、家屋を、森を、すべてを焼き払う。轟音と爆発が連続し、エルバフの大地は崩壊していく。やがて、すべてが静まった時、そこに残っていたのは、瓦礫だけだった。イムの姿は、すでにどこにもなかった。ただ、夜の空と、破壊し尽くされたエルバフだけが残されていた。